こんにちは。アトリエネトラポートです。このチャンネルではお家で簡単にレザークラフトを楽しめる動画をアップしています。みんなで物を作る喜びを共有していきましょう。今回は以前ご紹介した基本道具編に続き便利道具編というのをちょっとシリーズ化していきたいなと思って始めてみました。レザークラフトをやっていると結構細かい小さな悩みが出てくると思います。どうしたらうまくいくんだろうとか、これはどうやって早く作業を進めるんだろうとか、いろいろ皆さんやってるうちに悩みが出てくると思います。そんな悩みを細かくサポートしてくれる道具たちがたくさん出ていますので、その道具を少しずつ紹介していきます。今回はまず3つの便利な道具を紹介していきます。今回は気軽に取り入れられて、しかもめちゃめちゃおすすめの道具を紹介していきますので、ぜひぜひご覧ください。ちなみに道具を揃えたのは少し前に、結構昔のものもあったりしますので、現在の価格とはかなり違いがあったりもします。インターネットの方見てもお店によってかなり値段が違うので、大体のお値段をお伝えしています。そのあたりはご了承ください。記念すべき第1回目の最初の道具はこちらになります。こちらがひしめ打ちの6本目です。こちらが6本刃です。基本編では4本刃と2本刃を必須でご紹介しましたが、長いショルダーバッグの紐や大きなバッグの直線にこちらの6本目が本当に助かります。4本刃だと3回打つところを2回で、6回打つところを4回で、9回打つところを6回で済みます。実際に開けるときは少し4本刃よりも力がいりますので、重たい木槌を使ってやると開きやすくなります。ただもう楽すぎて、長いベルトなどはこれに慣れると、これがないとちょっと大変な気がします。ここで紹介するのは6本目なんですけど、世の中には8本目とか10本目とか、すごくたくさん一気に打てるひしめ打ちも存在します。メーカーさんなどによって刃と刃の感覚が違ったり、お値段も多少違いがありますが、今回私がこちら用意したのは強心 L さんのひしめ打ち4mm 幅の6本目です。これだとだいたい1400円前後で買えると思います。ぜひ大物を作る方にはこちらおすすめすごくしています。便利道具2つ目はこちらのネーミングセンスが素晴らしい、スエードラブラブクリーナーです。もともとはスエードの汚れ落としとしても使われるこちらなんですが、教室でも絶大な人気がありまして、これなんて言うんですかって結構聞かれるんですけど、答えるのがちょっと恥ずかしい気がしちゃうものです。でもとっても便利で、こちらの使い道は革と革を白ボンドで貼り合わせた時、ハンガー脇のもの、こちらをドレッサーで削ってしまうとドレッサーの目詰まりが起こってしまうんですが、それを解消する時にこれを使っていきます。革と革を貼り合わせて白ボンドで接着したものになります。ボンドが少ないとしっかり貼れないで隙間ができてしまったりします。で、多すぎるとこうやって出てしまうんですが、出たものをドレッサーで削るとね、目詰まりしちゃうので、このまだ白くて透明になってない状態の、触ってもついてこないこの状態の時にスエードラブラブクリーナーでこすってやると、はみ出た白ボンドをこうすり落としてくれて、その後の工程がとっても楽になってきます。固まってしまって透明になってしまうとこの工程、この作業ができないんですが、これでボンドをたっぷりつけても全然心配いらないです。しっかりと接着ができる、すごく単純ですけれど、こういう便利な道具があると作業がはかどってきます。ちなみにスエードラブラブクリーナーはお値段だいたい300円ぐらいが相場みたいです。違うメーカーさんでもいろんなメーカーで出てるみたいなので探してみてください。この名前を打ち込んでインターネットで検索するといっぱい出てきます。
では次に行きます。便利道具3つ目はこちらです。ちょっと私の服の色にかぶってしまって、こちらがゴム板のミニになります。いつも使っているゴム台、よいしょ、ちょっと重たくてこんな大きいんですけど、これはこのぐらいのサイズ感です。厚みもちょっと薄いです。ちょっとなんか地味な感じはするんですけれど、もうこれがあるとレザークラフトが劇的に変わってきます。もう必須アイテムなんじゃないかぐらい便利な道具になります。段差のところにこれを敷いたりとか、出来上がったバッグに穴を開ける際に中にこう忍び込ませたりだとか、もうすごい幅広い用途で活躍してくれます。黒に黒でどこにあるかわかんないんですけど、こういった段差のあるもの作品を作っている際など、その段差にこうはめ込んでやるとその段差が解消されます。この状態で締め位置で穴を開けたりへり落としをしたりしていくと、とてもスムーズに作業が進みます。さらにこういった中に後から穴を開けたりする場所なども、こういった狭いところにも忍び込ませることができます。本当に陰で支えてくれる、見えないですね、陰で支えてくれる、便利なゴム板ミニです。ぜひぜひこちらは皆さん手に入れてください。ちなみにお値段こちらは400円ぐらいで買えます。いろんなメーカーさんからも出てると思うので、いろいろ探してみてください。ということで第1回目のレザークラフト便利グッズ3つを紹介していきました。七面打ち6本目、そしてスエードラブラブクリーナー、それからゴム板ミニ、こちらの3点でした。主役級の道具ではないかもしれないですが、レザークラフトライフを楽しめる便利な道具です。第2弾第3弾も楽しみにしていてください。動画の方気に入ってくださいましたら、いいねボタンやチャンネル登録よろしくお願いします。またお会いしましょう。